もう少し水分飛ばしていきます。今ここアルデンテのポイントだみたいな。おお、つゆだくだよな。これはねすごいっす。さてどうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね白金台のサーパスから動画をお届けしています。今日はですね、パスタをご紹介します。簡単にできるパスタです。僕がですね、学生の頃喫茶店でねバイトしてたんですよ。その時にねよく出てた、人気なパスタ、すごいシンプルなんですけど、すごいね美味しいんですよ。これがご家庭でも再現しやすいと思います。なのでね是非動画最後まで見てっていただきたいと思ってるんで、早速料理紹介していきます。はい、材料ですね。そんなに多くもなくて、玉ねぎとニンニク、あと鷹の爪、しめじと舞茸です。これがベースになってまして、あと和だし、合わせだし、醤油、酒、みりんと。でこの合わせだしは全然顆粒のもので大丈夫です。 300ml ぐらいあるかなこれは。で、お酒と醤油とみりん、これ全部同割りですね。加えちゃいます。玉ねぎもね全部皮むいて4分の1にしてもいいんですけどね、なんか使わないところは皮ついたまま保存しておいた方がいいかなと思ってこういう切り方してます。厚さはお好みでいいんですけど、気持ちねこう歯ごたえ楽しめるような感じで、1センチいくかいかないかぐらいの幅ですかね。次はニンニクです。2分の1とかそんな感じですね。いただきますか、味出やすいように。で鷹の爪も種外しておいて、こんな感じですね。あとはこのね舞茸はほぐすだけですね。香りが出やすいように少しちぎったりしてもいいです。できるだけ細かくほぐしましょう。このね舞茸は今回は本当香りの役割っすね。舞茸は香りで、しめじでしめじも本当ね細かく丁寧に外しましょうか。味がね染み込みやすいようにこれぐらいのサイズがいいですね。こういうねちょっと分厚いのとかあったらね、ほぐしてあげて。もうねほんとこれシンプルなんですよね。なんかそうシンプル。材料はもうだいたいこれで出来上がってきてますね。で、フライパンで火入れていきます。まずオリーブオイルですね。そう実際のカフェでバイトしてた時はもっとね簡単だったんですよ。もう玉ねぎとニンニクときのこだし入れてもう煮るだけみたいな感じだったんで、そこをねちょっとだけアレンジしますね。まずニンニクを軽く香り出しで、これはニンニクはしっかりと中まで柔らかくなるまでじっくり火入れます。なんだろう、ホクホクのニンニク作るような、そんな感じですね。IH はねガスのあれと違ってフライパンを斜めに傾けて放置するっていうのがなかなかできないから、僕はこういうバットとかでたまに置いて傾けたりはしますけどね。はい、こんな感じですね。いい感じにこうやってちょっと押すと潰れるなぐらいギューッとしたらこう潰れて、この油の中で香りがブワッと広がるなっていうのをイメージしていただいたら、しめじ結構ねたっぷり入れましょう。と鷹の爪で、このしめじからこう旨味を出しますという言わんばかりのこの塩で全体にねこうさっと合わせていきますね。こうしめじから余計な水分を出そうと言わんばかりにあえてください。でここでまた少し水分出します。これね結構ね湯気ふわーって出てるんで、これがね出てる間はもう少し水分飛ばしていきます。でがっつりね焼き色をつけるっていう感じじゃないんですよ今回このしめじは。やっぱねこのちょっとシャキッとした歯ごたえは残したいですからね。程よく水分がなくなってきてしめじの量減ったなっていうぐらいがベストです。そしたら玉ねぎも加えて、で玉ねぎにも少し塩、やっぱね素材ごとに塩しましょうね。で合わせて全体に、しめじと喧嘩しなくなっただろうなっていうぐらいこういい感じに合わさったら舞茸も入れますね。舞茸にも少しだけ塩で、舞茸はねほんともう合わせるだけでいいです。
はい、で全体に合わさりました。ここまで来たらさっき作っておいただし加えます。だいたい今150から200ぐらいですかね。うわ、この懐かしいな、この香り。このきのこと、醤油をベースにしたね和だしが加わって、そこにねニンニクの香りも移ってますからね。これをねカフェで出してたんですよね。でもこのきのこのパスタはすごい簡単だったんですよ。今回僕ちょっとアレンジしてるんですけど、もっと簡単でしたから。最初ね冒頭で言いましたよね。そう、きのことかも全部入れてだしの中でただ炊くみたいな。俺でもできる、こんな鍋も触れない俺でもできるんだみたいな。もうね玉ねぎなんてスライスする時指普通に切ってましたからね。あの時全然何もできなかったな。で、ひと煮立ちしたんでちょっとね味見ておきます。あ、うまい。これだよな。軽くひと塩、全体のこう旨味をね安定させるような感じの塩と白胡椒だ。やばい、そうだ、厨房もね、仕事を終えると周り片しちゃいますからね。いつもは営業中は手元にね届きやすいように白胡椒とかありますけどね。いいですね。でもう気持ちちょっと煮詰めますね。スープっぽいパスタっていうだけでねスープパスタではないんですよね。少し玉ねぎが透き通ってしんなりしてくるぐらい、それに合わせて液体もちょっと煮詰めます。はい、これぐらいになったらもうこれでねベースは完成ですね。はい、これでちょっとねパスタ茹でるんで一回ちょっと横にはけときます。はい、じゃあパスタ茹でていきますね。でパスタはだいたい茹で時間の半分ぐらいをお湯の中で過ごしてもらって、残りの半分はこのソースの中で吸わせていくような、そんな感じです。このレシピはこっちのねソースの方もあんまりこう冷えないようにちょっとあったかいとこ置いときましょう。だからこういうまかないとかでねこういうの出てくると結構嬉しいですね。和だしで気持ちが落ち着く、心が落ち着くようなこういうパスタなんでね、ちょっと厨房でキッチンでねまかない、明日のまかないどうしよう、やべえ絶対怒られる、そんな人にねこれを届けたい。はい、だいたいねこれ今半分ぐらい経ったんでこっち加えていきます。で、さっとね合わせましょう。マリーズの方がいいですね。ちょっとだけ茹で汁足しますね。こうね最初からずっと吸わせ続けるパスタとかもあるじゃないですか。そうするとね若干ちょっとしつこいかなって思うんですよね、これに関しては。なんで半分ぐらいは普通に茹でて、残りの半分はこの中で、そんなねたっぷり液体があるわけじゃないからずーっとこう放置しとくというより、少し経ったらあえて全体なじませる感じです。もう気持ち茹で汁かな。これだとなんかまだねアルデンテというか、そもそもがまだがっつり芯あるよねっていう状態なんで、もう1分ぐらい。芯はもうないんだけどでもパスタの歯応えを楽しめるよねっていう、そのラインってちょっと難しいですよね。でもね手の感覚とかでも分かるような気がするんですよね。こうパスタをこう合わせてて、あ今だみたいな、今ここアルデンテのポイントだみたいな。要はそこに到達してない時ってなんかまだパスタがねこう感触的に若干硬いような気がするんですよね。よし、いい感じですね。これで最後オリーブオイル一回し、香り付け。よし、このねちょっと程よいつゆだく感、これがね正解なんですよ。はい、こんな感じです。これで盛り付けていきます。おお、つゆだくだよな。でちょっとね大葉とかも刻んだりするといいっすね。刻んどけばよかった。いやこれぐらいがいい。このねその場でやって香りがねふわっと出る大葉の方が絶対美味しい。これふわっと
おお、うまそう。ちょっとね、海苔もね、懐かしいな。海苔振ってたな。よし、うまそう。じゃあいただきます。これだわ。これを育ててくれたパスタといっても過言じゃない。うまっ。めちゃくちゃうまい。いや、これやっぱすごいな。これはね、すごいっす。なんでこんなうまいのかな。でもシンプルさがいいんですよね。醤油をベースにしただしの味がね、絶妙に合うんだよな。僕がそれこそ初期にやってた作り方でもいいんですよ。炒めなくてもだしの中に全部放り込んで炊き込む。それでも多分普通にうまいです。ただこのね、ちょっと炒めたりすることで香りだったり食感に変化出して素材感をよりこう引き出すっていうと、またねちょっとワンランク美味しくなるような感じがするんで、それもねいいと思うんですよね、僕は。はい、というわけで、しめじのね、和だし風パスタでした。いかがでしたか。これね、僕の本当思い出の味でね、アイテムもそんなに多くなくできるんで再現はしやすいかと思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。サリューどうも。皆さんいっちゃいっちゃい。まっすぐいきます。誰か突っ込んでくれる人いないとあれだな、滑るな。